皆さんこんばんは。今日の動画はですね、ズバリバルセロナ滞在であんまり時間がない方はここにお土産を買いに行ってくださいという動画になります。以前もお土産に関しては私が一時帰国する時に買ったものだったりとか、あとはバルセロナに来る人に実際に勧めているような商品とかをアップしているんですけど、意外とやっぱりバルセロナに来られる方って3日ぐらいでバーッと駆け足で回っていかれる方が多くて、それだとちょっと私がアップした内容のお土産を揃えるのがいろんなところを転々としながらだったりするので、ちょっと難しいかなと思いまして、今回は1箇所ここに行けばこれだけのお土産が揃いますよという内容を動画にまとめてみました。今回は以前アップしたお土産の商品に加えて、これもあったなみたいなものを少し追加しましたので、バルセロナにこれからいらっしゃる方はもちろん、そうじゃない方もぜひ一緒に楽しんでいただければと思います。ということで、今回ご紹介するのがカタルーニャ広場のすぐ横に位置していて、街で唯一の百貨店と言ってもいいエルコルトイングレスです。日本の百貨店と同じように本当にいろんなものが揃う場所なんですけど、今回この動画ではお土産とかスーパーマーケットとか、あとは滞在中に必要になりそうなものが揃う地下のエリアを紹介していきたいと思います。建物の角にある入り口を入っていくと、すぐ目の前に下りのエスカレーターがありますので、そちらを下って地下にアクセスしていきます。エスカレーターを下ると目の前に大きなスーパーの入り口がありますので、まず最初はこちらのスーパーマーケットから紹介したいと思います。このスーパーマーケットは中心地にあるスーパーの中でもすごく大きくて、かなり品揃えがいい場所かなと思います。値段に関しては若干やっぱり他のスーパーよりも少し高いかなといった印象なんですけど、でも法外に高いわけではないし、やっぱり品揃えもすごくいいので、一気に揃えるにはいい場所かなと思います。さすがスペインだなと思うのは、トマトの種類がやっぱりすごいたくさんありますね。旅行中は私1日3食の外食だと結構疲れてしまうので、だいたい朝か夜どちらかはこういうスーパーで買った野菜とかちょっとしたもので代用してお腹を休ませる時間を作っています。今はちょうど私の大好きなイチジクの季節で、8月から9月の終わりぐらいまでに来る人はぜひ試してみてください。あと7、8月はこの超桃っていう平べったい桃もおすすめです。フルーツコーナーちょっと奥に入っていくと、スペインの名物ともいえるこの生搾りオレンジジュース機械がありまして、横に備え付けられている空のボトルにこのオレンジジュースを入れてレジに持って行って生産するっていうシステムになっているんですけど、スペイン人はよくバルとかカフェでこれを朝食の一部として楽しんでいて、本当に甘くて全然酸っぱくないオレンジジュースなので、ぜひトライしていただきたいです。こちらは夏の風物詩でもあるガスパチョです。トマトをベースにした冷製スープなんですけど、もうこのままコップに注ぐだけでいいので、これも暑い時期食欲がないなとか胃もたれしてるなっていう時にいい一品です。結構オリーブとかチーズも充実していて、これオリーブ売り場なんですけど、すごいいろんな種類があるので、これを買って、これめっちゃ海外あるあるね、サラダとかいきなり置いてあるの。はい、スペイン発のビールとか買ってゆっくりしてもいいかもしれないですね。今映しているビールはすべてスペイン発の銘柄です。あとは私とマルコが好きなビールなんですけど、クララと呼ばれるレモンビールがすごくカタルーニャでは有名で、普通のビールにファンタレモンが混ぜられたビールになります。ファンタレモンってね、日本に売ってないからね。ドイツとかだとラドラーっていう風に言われるビールがいわゆるクララかなと思います。このゼロタイプも結構ありますので、飲めないっていう方もテイストだけぜひ楽しんでみてください。ワインとかはスーパーで買うと1本3ユーロぐらいから実はあって、8ユーロを超えるワインは結構いいワインって言われたりします。
フルーツジュースならこのブランドが一番美味しいと思います。はい、ここからはちょっとお土産になりそうだったりとか、滞在中に使うんじゃないかとか、そういうものを紹介していきたいと思うんですけど、ちなみに私が使っているシャンプーは普通にパンテーンです。マルコのパパがこのボディーソープがすごい好きで、よく実家に行く時に見ます。これはメイクさんたちがよく使っているバームタイプのワセリンみたいな感じのリップクリームです。 CA してて外国にステイで行く時に皆さんが買ってたのはこのコルゲートの歯磨き粉ですね。私がお土産動画の中で紹介していた蜂蜜入りカモミールもこちらでもちろん手に入ります。結構やっぱり売れてるねと思ったら、買っていく人がいるってお店も分かってて、別枠で場所が設けられていました。前回私が日本に帰った時はこのサイズでもうカートン買いしてきました。もう一つ私がすごい好きなお茶がこれなんだけど、めっちゃ売れててびっくりした。生姜の味がすごく効いててほんのり甘いジンジャーマンゴーティーです。あとはこのお米のクラッカーにチョコレートとか味がついているものになるんですけど、ポテチとか食べるんだったらこっちの方が罪悪感ないかなみたいな感じの気休めだけど、これも私がすごい好きなホワイトチョコレートとヨーグルトテイストのコーティングがされているものですごい美味しいです。あとはトウモロコシのクラッカーのタイプもあって、トリュフ味とか、あとハムとかマスタード蜂蜜とかいろんな味があります。あとはチュロスがスペインはすごい有名なんですけど、それにつけるタイプのチョコレートが粉末で売っていて、パンとかにつけても美味しいのでお土産にもなると思います。この黄色いボトルはコラカオっていうミロみたいな感じのココアパウダーなんですけど、スペイン人にとって朝の定番になりますので、ちょっと現地っぽいもの買いたいっていう方はぜひ買ってみてください。続いてはオリーブオイルです。オリーブオイルは前にアップした動画の中でも何軒かおすすめのお店紹介しているんですけど、やっぱり観光しながらお買い物しながらだとどんどんね、水物だと重くなっちゃったりするので、ここでまとめて買うっていう選択肢もありかなと思います。オリーブオイルエリアの対面には別でまたおすすめしたいソースがあります。まず一つ目がアリオリというニンニクと卵を混ぜたソースなんですけど、私の動画にも何度もアップしているパタタスブラバスにかかっていたりとか、あとアロスネグロと言われるイカスミのパエリアにもこれをつけて食べるとすっごくコクが出て美味しいです。おすすめソースの2つ目はこちら、ロメスコソースといってトマト、アーモンド、オリーブオイルがベースになったソースです。カタルーニャには冬の時期にネギを丸ごと食べるカルソッツというお祭りがあって、その時にネギをつけるソースがこれなんですけど、グリルした野菜にもすごく合うし、あと白身魚とかにもすごく相性がいいソースなので、ぜひ試してみてください。はい、続いて同じラックのちょっと手前側に行くとパエリアのシーズニングが売っています。なかなか日本でね、本場のパエリアの味を再現するの難しいかなと思うんですけど、これはもう調整してくれているものなので、お米と混ぜるだけっていうような感じになります。その下にはなんかすごい美味しそうなお塩がいっぱいあって、これはバルサミコ塩とかでちょっとなんか美味しそうで買いそうになりました。お土産用のオリーブの缶もこんなにたくさん種類があってかなり充実しているんですけど、私のおすすめは前にお土産の動画でも紹介したこのシリーズです。ちっちゃい缶なんですけど結構入っているので、お酒飲むのが好きな方とかにお土産で渡したりしています。マルコやマルコの家族がよく買っている缶詰のブランドがこれかこれかこのシリーズです。ムール貝とかホタルイカの缶詰もあります。スーパーはこんな感じで、さっき降りてきたエスカレーターの右側にはドラッグストアタイプの薬局があります。バルセロナの薬局は日本のドラッグストアみたいな感じではなくて本気の薬局っていう感じなので、ゆっくり商品を見れるような空気じゃないところが多いんですけど、ここはドラッグストアタイプの感じになりますので、物色するにはいい場所かなと思います。
個人的にスペインで一番人気があるドクターズコスメはこのイスジンっていうブランドのもので、日焼け止めとかはここのやつを使っている人がすごい多い気がします。私が今使っている日焼け止めはこのヘリオケアというブランドのもので、日本だと飲む日焼け止めが結構有名なブランドなんですけど、スペイン発の日焼け止めのブランドです。私は日焼け止めが本当に好きじゃなかったので、実は塗り始めたのがこの1年ぐらいなんですけど、はい、これめちゃくちゃいいです。皮膚科の先生にめっちゃ怒られて、これが一番いいからこれを買いなさいと言われて使っています。続いて皆さんご存知、日本でも大人気のビオデルマはこちらのメイクさんたちもすごくよく使っています。日本で買うよりもかなり値段が安いらしくて、彼女すごいびっくりしてました。もしかしたらヨーロッパ滞在中は洗顔石鹸よりもこういうミセラウォーターの方が香水による肌へのダメージが少ないかもしれません。このブランドは私の敏感肌にも結構合うようなものが多いなっていう体感で、アイクリームがすごい人気です。ちゃんとね塗ってるとクマが本当に薄くなるみたい。日本で人気のラロッシュポゼもたくさん種類があります。これも日本の値段と比べると結構安いみたいです。こちらアピビタはスペイン発のブランドではなくてギリシャのものになるんですけど、皮膚科の先生が一つおすすめしてくれた洗顔フォームがあって、私も2回リピートして使っています。このクレンジンフォームがなんか突っ張らなくて結構良かった。トラベルサイズのものも結構充実しているので、ちょっとこれ持ってくるの忘れちゃったなみたいなものも見つかると思います。こちらはデリケートゾーン用の石鹸なんですけど、これも結構いいみたい。私ちょっと試したことないけど。はい、あとは私も何度もお世話になっているリコラののど飴です。バルセロナ空気が悪かったり乾燥していることがあるので、もしよかったら地下のそれ以外のエリアにはこんな感じでちょっとしたデリとかもあって、本当にもう時間がないけどお腹空いたとか何でもいいから食べたいみたいな時は楽かなと思います。この間お友達がここのデリ買ってきてくれたんですけど、普通に美味しかったです。このサラダみたいなのとかお肉っぽいやつとか結構美味しかった。あとはクリスマス名物のチュロンを売っている老舗のビセンスも入っています。ヌガーみたいな感じで、砂糖菓子なんですけど、いろんな種類がある中で私が一番好きなのはクレーマカタラーナっていうクリームブリュレみたいな味がするやつで、こういった感じで個包装されているものもあるので、会社とかに持っていくものを探してるっていう方にはいいかもしれません。最後に紹介する地下のエリアはグルメスーパーです。お土産になりそうなものがいろいろセレクトされているショップなんですけど、ここには私がお土産動画の中でも紹介した商品のいくつかがありますので、わざわざそれぞれのお店に行かなくてもここで一気に買うことができます。値段に関してはちょっとだけ通常の店舗で買うよりも上乗せされていて、だいたい1ユーロぐらいプラスかなというような体感です。パッケージとかもすごい可愛いものが多いので、やっぱり誰かにあげたりするものを買うのがいい場所かなと思います。ちょっと前に改装したみたいで、このポール&ピッパの大好きなクッキーシリーズがちょっと味がね少なくなってたんだけど、もしかしたら時期的なものかもしれないのでチェックしてください。甘いものがそんなに好きじゃないっていう方にはこの同じブランドのクラッカーがおすすめで、今回新しくフレーバーが出てました。あとはここにパタタスブラバス用のブラバスソースが売っています。スーパーに売ってたアリオリソースとこれをポテトにかけたら、もうパタタスブラバス家でも作れますね。イビサで有名なお塩もここに取り扱いがありますし、やっぱり缶詰類もスーパーにあるものより可愛いですね。
ということで皆さん、エルコルテイングレス散策いかがでしたでしょうか。百貨店なので1階にはこういったコスメエリアもあるし、上には紳士服、婦人服もあるし、あと一番上には前カフェの動画でも紹介した景色のいいフードコートがありますので、またそちらもチェックしていただければ嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。まだ見てんのお願いします。まだ見てんのありがとう。これね、1年ぶりに食べるよ。汁ね、でかいね。うわー、やばい、はずいはずい。すごいね。子供の頃僕は払わなかったね。だから初めて払う。あー、面白い。